疲れ様です。2体目の北川です。今日もね、ペット教室始めていきたいと思います。今回はね、ちょっとね、うちの子オーダーに関するね、話。こういったね、犬とか猫のオーダーを受けた時に、時々ね、うちの子、ちょっとね、目が見えない子なので、それでも作れますかっていうようなね、相談を受けることがあるんだけど、目が見えない子って、目の中に膜が張ってたりとかさ、あとは眼球自体がもう白濁、白く濁っちゃったりしてる子とかいたりして、でそういうのを表現できますかっていう相談も受けるんだけども、でこれはね作れます。で受けたことある人はひょっとしたらいるかもしれないけども、これからねオーダー作家やろうとか今やってて、そういった相談を受けることがあるけど今まで断ってたとかね、そういった人はねちょっとね今回の動画見たら作れるようになるので、ちょっとね参考にしてほしいかなって思います。僕もねこれまで何体だろう、5体ぐらい目の悪い子を作ったりしてるのかな。でそれでその中でね実際にこんな感じでやってますよっていうこの実際のやり方をね紹介します。で使う道具としては特に珍しいものはなくて、普通にいつも使ってるグラスアイで、あと樹脂粘土とレジン、これさえあればリアルな感じでね表現することができるので、そのね目玉の作り方を紹介していきます。はい、というわけで本編始まる前にね、初めて見る人もいると思うので簡単にチャンネルの説明させてください。僕はねこのように羊毛フェルトのうちの子オーダー専門のね作家をやってます。でこの作家業だけで飯を食べてね6年目になります。で去年の暮れぐらいからオーダーは引き続きやってるんだけども、それプラスオンラインの方で教えることもねやってます。でこのチャンネルはそういった技術的なことや、あと作家業で食べていくために必要なこと、そういったことをね発信してるチャンネルなので、結構ねためになることがあると思うので、ぜひね自分のスキルアップのためにね活用していただければいいかなと思います。ぜひねチャンネル登録して見ていってください。はい、それじゃあ本編始まります。はい、それじゃあ今日はね盲目の子ってほら目が白く濁ってたりとか、あるいはねこう膜がかぶってたりとかね、でそれをねどうやったら表現していいかってなかなかね難しいと思うんだけども、今回ねその一例としてねちょっとやっていきたいと思います。で使うのはグラスアイと、あと樹脂粘土、それからレジンとレジンのカラーで、これはなければ絵の具とかでもいいんだけども、こんなので、あとレジンライトねでちょっと利用して作っていきます。でまず最初に盲目の子だから作る時に目玉、犬だったら、犬もそうか、瞳孔の問題があって、猫目なんてこんな感じでね作ったりするじゃない。だけど全盲の子、目の見えない子たちっていうのは瞳孔がね全開でも開いてる状態だから、最初に作る目玉っていうのは瞳孔がしっかり全部開いてる真っ黒な状態に近いような目玉になるよね。これざっくり簡単に作ってるけどね、こんな感じで作ってあげます。でこれは膜に覆われてて見える見えないにかかわらず、僕は必ず見えなくても絶対に目はちゃんと作ってあげるようにしてます。で早速やっていくと、樹脂粘土を少量取って、これ種類によるかもしれないけどだいたい半透明になるでしょ、乾いたら。粘土だけで作るのもいいけど、僕は粘土かぶせてその後にレジンかぶせるようにしてます。でこの段階ではね色は入れたり入れなかったり、その子のその膜の濃さっていうかな、少し半透明の膜だったらあんまり入れないし、色はね。でこの粘土のままの状態でこねて粘土柔らかくして、あとはモデルさんの写真見てどんな膜の張り方、形がそれぞれあるからそれをねチェックしながらやります。そしてだいたい目頭の方からねかぶってることの方が多いと思うので、その時の状況によりますよ。こんな感じでだいたいかぶってたりすると思うので、今回作る子は、途中までこうやって膜が張ってて途中から白濁してる、眼球自体が白く濁ってるので、まずこの膜の部分を作ってあげる。やっぱここは少しこれね粘土乾いたら半透明になってるから、半透明な方がリアリティ出るしちゃんと表現できるんでね。であとその膜も綺麗に薄く1枚貼ってるだけじゃなくて、波打ってたりっていうかな、この凹凸があると思うんで、そういうのはねこういう風にこうヘラとかそういったものを利用してつけてあげるという。こんな感じでね膜寄ってるっていうかな、シワになってると思うので、そういうのまで表現してあげるとよりリアル。こんな感じね、見えるかな、こんな感じでね、ひとまずこんな感じ
で反対側も同じようにかぶせてあげる。そんなに難しい作業ではないんだけれども、ちゃんと見ながらやってあげる。はい、ひとまずはねこんな感じです。で樹脂粘土だから乾いたらもう少し半透明になるんだけども、とにかくね一旦しっかりこれで乾かします。はい、粘土の方が乾いたらね、ここからねコーティングしていきます。で実際に乾いたらねもう少し半透明になるんだけども、こんな感じね、透明になります。でここからレジンの方をねコーティングしていくんだけども、これはシリコンシートね。こうやってレジンを混ぜちゃいます。でこれもレジン用のヘラです。これハケじゃなくてゴムベラっていうかね。これを混ぜて、ちょっとね色のつき方ね見ながら、でまずねガラスの方を白濁にしていきます。これ全体的にコーティングしていくんだけども、こういう風につけて、厚さでね透明度合い変わるから、こんな感じ、こう眼球が白濁になってる感じが出るでしょ。でさっきのかぶせている粘土の上もコーティングしてあげる。で中にはねちょっと充血してるっぽいような感じになってる子もいると思うので、そういう時はこのレジンかぶせる前に着色して絵の具とかで、それからねこの半透明のレジンをかぶせてあげた方がリアルな感じは出るよね。同じく反対側も。はい、ひとまずねこんな感じでね、じゃあレジンライトを照射していきます。はい、照射が終わったらね大体もう乾いてるのね、こんな感じになりますね。こんな感じで、今回はねちょっとだけね充血じゃないけど赤くしたいところがあるので、そこをねちょっとね赤くしていきます。本当に軽くなんだけど、これはね僕は今回ちょっとこれでやるけど、レジンでやるけど、絵の具でも全然問題ないんで、絵の具の方が色作りやすいかもしれないね。あまりやりすぎちゃうとね極端になっちゃうから、色の感じを考えながら、ほんの少しなんだけどね、少しかぶせていきます。反対側もやっていきます。レジンでやった方がね、透明度が出るから絵の具よりいいかもしれないね。絵の具とレジン混ぜれば同じような感じは出せると思うので。はい、こんな感じでねまた照射していきます。はい、照射が終わったら、あとはねはみ出てるとこ、少し切ってあげて、そんなに邪魔じゃなかったら剥がれちゃう恐れもあるんでね、切らなくてもそのままでもいいので、
はい、こんな感じでね、白濁の目が出来上がりました。で、これをね、あとはね、作品の方に入れてあげる。で、いつもの作り方だと、例えば今ちょっとこれ入れ替えるけど、いつもみたいにね、目玉入れてからね、こうやって形を作っていくと傷つけちゃうから、で、剥がれたりね、するから、それを防ぐためには、最初に仮の目入れておいて、ある程度、ベースの形ができてから、こんな感じでね、しっかりと入れてあげる。で、あと色もしていくとね、かなりリアルな目ができます。こんな感じでね、作ってあげると、盲目の子もリアルに作ることができます。はい、そんなとこです。はい、というわけでね、今回はね、全盲の子を作る時の目の作り方ね、白濁の目、それから膜が張ってる場合の作り方、そういったものをね、樹脂粘土とレジンでね、作ってみました。ぜひね、作家としてはね、やっぱりこのお客さんがね、うちの子こんな感じで目が見えない子なんだけど作れますかって言われた時に、いや私には作れません、無理ですって断るよりも、 YouTube でも本でも何でもいいからいろんな知識を学んで、いろいろ練習をして自分のね引き出しさえ増やしておけばお客さんのオファー受けれるしね、やっぱりお客さんもこの作家さんだったら作ってくれるんじゃないだろうかって期待込めてね来てくれてるんで、そこでね受けてあげることができたらね、非常に作家としてもねやりがいがあると思うのでね、ぜひね練習してねちょっとねこの技をね身につけてください。はい、そんなところです。今回のね動画がためになると思ったらね、いいねボタン、そしてチャンネル登録してない人はチャンネル登録してください。それと僕のやってるオンラインレッスン、こういったものの受講案内とかは LINE 公式に登録してくれた人にしかね告知がいかないようになってます。なのでそういったところに興味がある人はぜひね概要欄にリンクが貼ってあるので LINE 登録の方もしてください。はい、というわけでね、最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。